その遥か昔、太古の地球。誕生して数千年から数億年経った地球。人類は愚か、まだ生命すら存在していない頃。落石注意。大質量隕石が地球に衝突。隕石は砕け散り、中から卵が出てきて、後の南極大陸の地点に落下しました。その卵の名前は、シロツツキ。シロツツキの中には、アダムという、数十メートルもある巨大な生命体と、ロンギヌスの槍、ウラシ開門樹が入っていました。アダムは、十数体の使徒を生み出し、それらは、地球全体に飛んでいきました。そして、使徒が活動を始めようとしていた、まさにその時。また隕石が地球に衝突しました。その衝撃は凄まじく、アダムや使徒は活動を停止し、長い眠りに入ってしまいます。隕石は地球に跳ね返り、どこかへ飛んでいってしまいました。なんか出た？中から卵が出てきて、後の日本の地点に落ちました。その卵の名前は、クロツツキ。クロツツキの中には、リリスという生命体が入っていました。リリスから体液である LCL が溢れ出し、LCL とはこれとか、これのことです。LCL は少しずつ海に流れ出し、化学変化が起こって生命のスープとなり、いろいろあってたくさんの生命が進化と絶滅を繰り返し数十億年かけて生まれます。そして現在最も繁栄している種族、それが人間です。ちなみにどこかに飛んでいった隕石はどうなったかというと、地球の衛星、つまり月になりました。汎用人型決戦兵器、エヴァンゲリオン。首都迎撃専用要塞都市、第三神東京市。そして特務機関、ネルフ。首都との戦いにより、幾度となく、壊されては、直し。壊されては、直し。壊されては、直し。ネルフとエヴァ、もう少しうまく使えんのかね。人、時間、そして金。親子揃っていくら使ったら気が済むのかね。そういえば、ネルフの資金ってどこから出てるんだろう。確かに不思議です。人との戦闘で莫大な金を費やすネルフ。その資金のほとんどを出しているのが、ジェイレ。ジェイレは裏から世界を支配している組織で、国連もジェイレの支配下にあり、軍隊をも自由に動かします。ジェイレの幹部は、キール・ローレンツを中心に、人類保管委員会のメンバー、プラス7人の合計12人。物語後半になると、モノリスの立体映像で登場します。時は遡り、20世紀。ジェイレはウラシ開門樹を発掘します。その内容は、アダムやロンギヌスの槍の運用方法、そして使徒に関する未来の予言で、近いうちに使徒が活動を始め、アダムとの接触により、人類の滅亡が予言されていました。西暦2000年。南極大陸。ジェイレは世界各地でアダムを捜索し、南極大陸の氷の底で白キツキを発見。その中で人類は初めてアダムと遭遇します。ここで考え出されたのが、アダムと使徒が接触して人類滅亡。アダムを卵の状態まで戻し、使徒から隠してしまおう。ジェイレは黒キツキの周辺に研究施設を作り、調査隊を派遣します。そして、卵に戻すため、ロンギヌスの槍とか、人の遺伝子とか、を使って、あれこれした結果。表面の
発砲を止めろ。予定限界値を超えている。まだヒートアップしているんですが、すでに物理的融合を果たしています。羽を広げている。地上に出るぞ。まさかの大爆発で、セカンドインパクト発生。あの美しい氷の大陸は、このありさま。で、南極の氷が全て溶けてしまい、世界の海面水位が上昇。海沿いの町は水没してしまいます。ちなみに、第8話の戦闘シーンで海底に沈む町が登場しますが、どこかというと、横浜です。しかも、地軸がねじ曲がり、日本の季節が、春、夏、秋、冬、から、夏に変わり、常夏状態。そんなこんなで世界は大混乱。数ヶ月にわたり、各地で紛争が起こり、日本も巻き込まれてしまい、東京に新型爆弾が投下され、壊滅、セカンドインパクトを起こしたアダムは、どうなったかというと、体はバラバラの肉片になり、魂は分離。その後、それらは回収され、アダムの魂は人工の体を与えられ、渚カオルとして登場します。カオルでいいよ。バラバラになった肉片は、胎児の状態まで復元され、スパイ活動をしている梶良治がジェイレから手に入れ、光言動へ横流しして、最終的に言動の右手に移植されます。何でもいいんです。昔のことを聞かせてください。今は気にしなくていい。そんなこと言われると気になります。一度お会いしたかったんですよ。六分岐言動、彼は、ジェイレの有能な科学者、怒り、ゆえを利用し、ジェイレに近づこうと画策します。その後、結婚。言動の名字が、怒り、になります。そして、新世紀エヴァンゲリオンの主人公、怒り真司が生まれます。ジェイレの一員となった言動は、セカンドインパクトに深く関わり、その時の国連の記者会見の写真にもさりげなく写っています。ちょうどその頃、日本の神奈川県にある箱根。ジェイレはその地下で、あるものを発見します。黒キツキと、その中にいた、リリス。ここでジェイレは、ある作戦を立てます。数年後に、活動を始める、人。セカンドインパクトでアダムを失った人は、アダムと同等の存在である、リリスを察知して、箱根にやってくるかもしれない。それなら、箱根を要塞としかし、人を迎え撃とう。良い作戦だと思います。それを踏まえて、急ピッチで箱根に、首都迎撃専用要塞都市、第三新東京市の建設を開始。その地下、ジオフロントには、特務機関ネルフの前身にあたる、ゲヒルン、人工進化研究所、都市の本部の建設を始めます。言動は、ゲヒルンの所長になり、いくつかの計画を進めます。その一つが、アダム再生計画、通称、E 計画。使徒に対抗すべく、アダムをコピーして、エヴァンゲリオンを作り出す計画です。それと同時期に、もう一つの、特別なエヴァンゲリオンを建造。それがリリスのコピー、エヴァンゲリオン初号機です。レイ君、今日は君の実験なんだぞ。E 計画担当の、怒りゆえは、自らエヴァンゲリオン初号機に乗り込み、実験に参加。ところが、実験は失敗し、初号機に取り込まれてしまいます。そこで救出計画を立案。実行するも、失敗。ゆいの魂は、初号機の中に、取り残されたままになってしまいます。
その1週間後、玄道は、ある計画をゼイレに提唱します。そうだ。かつて誰もが成し得なかった神への道。人類補完計画だよ。人類補完計画とは、まず、アダム、リリス、ロンギヌスの槍などを使って、サードインパクトを発生させます。サードインパクトが起こると、すべての生命の AT フィールドが失われ、体は LCL に還元されます。体から分離した魂をリリスにまとめて、一つの完全な生命体に進化させるのが人類補完計画です。ゼイレはこれを承認。玄道を責任者とし、人類補完計画を最終目標に位置づけます。しかし、玄道はゼイレを裏切り、ある目的のために、別の補完計画の準備を始めます。玄道は、ある少女と行動を共にします。少女の名は、綾波レイ。彼女は、怒りゆいの遺伝子から作られた、クローン人間で、しかもたくさん存在します。しかし、クローンには魂がなく、人の形をしたものでしかありません。何らかの方法で、リリスから魂を取り出し、クローンに宿らせることに成功。リリスの魂を持つ者だけが、綾波レイになりました。ゼイレはゲヒルンを解体。特務機関ネルフが結成されます。なんということでしょう。芦ノ湖に隣接した町は、立派な高層ビルが立ち並ぶ、第三新東京市へと変貌。湖の横にそびえ立つ、就航ビルは、太陽光を蓄積。そのエネルギーを使い、真っ暗だったジオフロントに、光をもたらし、中央に位置する、ネルフ本部と、エヴァンゲリオン初号機を照らします。だんだん分かってきた。こういうことだったんだ。よかったじゃない。まだ要領がわからない。もっと勉強が必要だわ。そんなあなたのために、